続いてはトークセッションでございます。ご紹介させていただきましょう。歩く、見る、聞く、そして考えるドキュメンタリーと哲学でございます。まずは映像をご覧いただきたいと思います。映像の方、準備はいかがでしょうか。お願いいたします。新型ウイルスの感染拡大が止まらず、世界では医療体制の逼迫が深刻な問題となっています。入院した患者が PCR で陽性になったって言っても看護師が検査してもらえない。先週から都内におきましては感染者数がさらに増加をいたしております。日本の政治っていうか本当に何もしてくれなくて、東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現するということについて G7 の支持を得たところでございます。もうちょっと日本人って温かくなかったっけ、日本人ってこんなんだったっけって。全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと緊急事態宣言を発出いたします。学費を稼ぐために一番いい職業だった。コロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。300件の接待を伴うお店を個別訪問をしてまいります。でバブルになったらキャバクラとかいい女求めて、ね、ギャラ飲みとかってガンガン呼ぶけど、なんだろう、そうでいざ自分がピンチになったらそういうやつらばっか先に切り離して、なんだある程度の文明なんてもう滅んじゃうと思うもんね、この機に。この店も自分の子供みたい。終わり。さよならさよなら。コロナの緊急宣言の時の生活と仮放免の生活は大した変わりがないと思いますね。Buraya büyük geldik biz. Koskoca Japonya'da bize yer yok. Nasıl Michael Wilson'ı diye baba gene o. まあ自分の責任なんですかね。今こういう社会にしたのは誰ですか。安倍は貧乏やってみろ。安倍は貧乏やってみろ。安倍やめろ。安倍やめろ。安倍やめろ。あぶり出されてきてるから、この間放置してきた問題が全部出てきちゃってるから、本当に来てくれたみたいな感じになってる。そんなことは世の中であるんですかみたいな形になったから泣いてたよね。貧困っていうのは優しくない社会の結果じゃないかな。2020年東京オリンピック目前、パンデミック国家緊急啓発令、愕然とするために降りてこないシードマネー、首都東京新宿歌舞伎町、今捕まるなんて冗談じゃねえ。焦りと怒りと絶望というか、金も回んないし、どうしようもなくなっちゃって、そんな方が楽なのかなって、こんなことあっちゃいけないよなと思って。何か信じたいっていう、より良い社会が出てくるとは思わない。子供たちに対する申し訳なさ。終わりかなと思ってた。ご視聴いただきましてありがとうございます。会場にはですね、ただいまの映像、東京リトルネロのディレクター松井さん、内山さん、そしてですね、ゲストをお招きしております。ゲストはイメージ論の観点からドゥルーズをはじめとする現代哲学のほか、文学、美術、映画を読み解いていらっしゃいます立教大学兼任講師であります黒木さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。ここからはですね、ドキュメンタリーと哲学という観点から対談をさせていただきたいと思います。黒木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にですね、今の映像を撮影されたきっかけをですね、ディレクターの松井さんにお伺いしたいと思います。はい、松井と申します。よろしくお願いします。まず東京リトルネロのタイトルのリトルネロという言葉を黒木さんから教えていただいたことが非常にこの制作において重要なことでした。というのは僕は全く知らなかったんですけど、リトルネロという言葉、これ哲学の概念なんですけれども、
いろんな意味があるんですけれども、一つの意味としてその圧倒的な不安の中で、歩いている例えば子供がいてですね、その子供がその不安に押しつぶされないように繰り返し口ずさむ小声の歌というような意味があると。で自分の中のその安定性を取り戻したりとか、カオスに飲み込まれないようにするというような、そういう意味があるということを知ったんですね。でそのことがずっと頭に残っていまして、この先ほど見ていただいた花見の時期、3月の後半ですけれども、これを撮影する前後で、東京リトルネロというタイトルを思いつきました。というのはやっぱり日本社会の特徴として、その声が上がりづらい、やっぱり、労働運動だとかもそうですし、いろんなデモとかもそうですし、数も規模もやっぱり怒りとしてこう結実して社会を変えていくということがなかなか起きないということもこの数年の体験で分かってましたので、その中で自分がどこにこう焦点を合わせてこうドキュメンタリーを作っていけばいいのかということを考えていて、やっぱりこれは人間のこう情動っていうところまで遡らないともうダメなんじゃないかっていう感覚があったんですよね。それはつまりこう火に触れると熱いだとか、こう喉が渇いたら水を飲むだとか、そこら辺までこう当たり前にこう生理的なところまで突き刺さないと映像というものがもしかして入っていかないんじゃないか、すぐに忘却されてしまうんじゃないか、この大量の映像に埋もれてしまうんじゃないかということをずっと考えてきて、その時にやっぱりコロナが来て、こういう状況になった時にさまざまな抑圧が生まれることはもう分かってましたから、そこで、個人のこの体液みたいなこう自分がこう孤独の中でこう繰り返し口ずさむ、そういう体液みたいな歌リトルネロというものを取っていったら、もしかして人間のその情動のところまで、僕はつかめるんじゃないかというか、そこまでいかないんじゃいけないんじゃないかということを考えて、そのイメージの種みたいなものがそこでできたんですよね。なのでそれをまず僕らにこう投げてくれた、黒木さんに非常に感謝してるんですけれども、黒木さんからそのリトルネロの概念について、僕らの映像を見た上ででもいいですし、少し広げていただけませんか。はい、ありがとうございます。哲学と聞いてなんだまた小難しい話かよっていう思う人いるかもしれませんが、リラックスして聞いていた裏話ですね、東京リトルネロの制作者の裏話をこう引き出せればなと僕は個人的に思ってますので、そのつもりで聞いていただければなと思います。でなんで僕は普段大学で教員をしてまして、いろいろ教えたりもしてるんですけれども、なんでこう哲学やってるやつがドキュメンタリーの話に関わってくるんだっていうふうに思われる方多いと思うんですが、実は松井さんとは古くからの旧友でしてね、彼がやってきたことっていうのを遠くからですけど、見てきたわけです。でその関係もありますし、また僕自身が哲学における、イメージ論みたいなことを考えている、そういう関係でドキュメンタリーの話なんかを大学でしたりしてますので、その関係でちょっと会って話したりなんかを、ここ数年続けてきました。でその中で、話の中でこういう概念があるよみたいな話で、リトルネロっていうのをお伝えしたんですね。でなんでそういう概念が出てきたかっていうと、このドキュメメントみたいなイベントをすごい不思議なイベントじゃないですか。ドキュメンタリー映像、普段テレビとか映画とか、あるいはインターネットとか通して見るっていうのが、ドキュメンタリーの在り方なんだけれども、こういう人が集まってまたみんなでいろんな意見を出し合って、当事者の方被写体の方をお呼びして発言してもらうみたいなことを、感覚的にやられてきたと思うんですね。でその中でじゃあドキュメメに関わってる人もどういうふうにじゃあもっとこの輪を広げていったらいいのだろうかって考えて
どういう言葉で伝えればもっと広まっていくんだろうみたいな話の中で一つ出てきたのがこのリトルネロという概念です。でこのリトルネロって概念はもともと音楽形式を指す言葉、英語で言ったらリフレインみたいな音の繰り返しメロディーであったりリズムであったりっていうものの繰り返しの中の最小単位のことを言うわけですね。なんですが、これを哲学的に概念化したと、ちょっと小難しく聞こえるかもしれませんが、僕が主に研究してますドゥルーズっていう哲学者であったり、あるいはドゥルーズとフェリックス・ガタリという、精神分析ですけれども、この2人が、概念として提示したものです。でこれが、どういうものかって言いますとね、今松井さんがおっしゃってくれたこともそのままですね。で僕なりにもうちょっと分析すると、一つはこう暗闇の真っ暗な中で何にも音が聞こえない中でもう目を開いても何も見えない時に暗がり自分が自分の存在というものが溶け出すような、本当に自分ってあるのかなみたいな感覚に陥ることって多分あると思うんですよね。でそんな時に自分が何だろう、自分はここにいるよってことを示すために音を発する、そういうのが、まず自分ってものの始まり、自分がここにいるよっていう主張だし、そして、それからそれは一つの音楽にもなるわけですよね。つまり全く音がない中、あるいは雑音に埋もれた中で、その中で一つメロディーとして立ち上がってくる、一つの塊として聞こえてくるもの、それが音楽にもなり、そういうなんていうちょっと硬い言葉で言えば美学的な側面、それから自分がここにいるよっていうことを他者に対して主張するならば、それは政治的な次元も含まれてくる、そういう複数の層がある概念なんですが、これをいろいろ話の中でリトルネロって言葉をディレクターの2人に投げかけたら、それいいねって。で彼らが感覚的に、理解してきたことを表現できるような概念なんじゃないかってことをおっしゃってくださって、それが題名になったかというふうに、思ってます。ありがとうございます。僕リトルネロの裏話になるんですけど、編集室をリトルネロ放送の前、1ヶ月前に決まったんですけども、前の予定していた NHKBS の放送が突然なくなってしまったから、お前らやってくれないかというふうな声がかかって、それで急遽やることになったんですね。で、僕と内山さんともう一人久保田君で3人でマンスリーマンションを借りて編集してたんですけど、最初の試写の時に非常に面白いことがあって、その風俗嬢、先ほど見ていただいたその風俗嬢の映像をですね、内山さんが作っていまして、その印象的なカットでシャワーを浴びたりとか背中が見えたりというところがありました。これが非常に公共放送でかけるのはどうなのかというところの判断っていうのがやっぱり一試写っていうのはあるわけなんですけど、そこでやっぱり、これなくてもいいんじゃないっていう話にやっぱりプロデューサーの側からあったんですよね。逆にその勘違いされちゃうんじゃないとか、その受け取り方が複雑だから話が濁るんじゃないかっていう言い方ですね。それに対してちょっと内山さんが答えたことが非常に面白くて、いやこれはこの体がこの言葉なんだよっていうふうに言ったんですよね。でそれでもう誰も何も言えなくなってそのまま使うことになったんですけど、ちょっとそこら辺のことを僕も聞いたことないんで、教えてもらえれば。僕は単純な人間なんで、自分の心が動く瞬間みたいなものにただ乗っ取って映像を作ってる、だけの人間なんだけども、言葉が宿るところどこなんだろうって思った時に、その体の中から発しられることだし、心っていうものが形があるかちょっと分かんないんですけど、その中から出てくるものだなと思った時に、風俗で働いてる女の子
はまさにその体が言語だなっていうふうに思いながらあの映像を撮ったんですよね。でこれこれに尽きるっていう感じなんですけども、その体身体が発する、響きっていうか、小さなあれ撮ってて本当に思ったのは、もう本当まさにリトルネロだなと思いながら、歌ってはいないんですよ。歌ってはいないんだけども、彼女が歌ってるように僕には見えた。でもっと言うと街でさっき言い切れなかったけども、本当に行き場がないようなさまよう人たちをこうなんていうのかな、抱擁するような街に見えたんですね、僕には。でそれはなんかもっと言うとなんかお母ちゃんのその体内にいるような感覚に思えた。だから渋谷の最後街の大俯瞰で終わってるっていうのもあるんですけども、なんかこうどんどん遡っていくとその母体に戻っていくような感覚、これもすいませんね、感覚の話で申し訳ないんだけど、そういうものを映像にして届けたいなっていうことを思ってたから、何言われようが、こうなんですって言い切ってあのまま放送したっていうのが背景です。よろしいですか。まずですね、単純にこのドキュメンタリーの話はいつもしてきたんですけれども、このコロナ禍になった時に、僕自身は大学で教員してますんで、オンラインってなって、今でもオンラインでずっとやって、一日中家で画面に向かってずっと作業してるんですね。で学生も画面に向かって、もう人と話すより多分一日中画面に向かって、画面とね向かってる方が普通の自然とか眺めるより圧倒的長い時間になって、そういう生活になっている。いやそれはもちろん改善したいとは思ってますけれども、そういった状況の中でまず外に出て、題名にもなってますけど、現場にまず出て行って人の話を聞いてくる、何が起こっているのか歩いて聞いてくる、見てくる、そしてその場で現場に行ってその声を拾ってきてそれを届けようとする。でそれを実際にやってる人がいるっていうのは単純にかっこいいなと僕は思って、僕は哲学とかやってますから、ずっと家で本ずっと読んでるわけですよ。そうするとこの言葉に全然本当こんな言葉を何に現実に役立つんだろうみたいなことを思う時は当然あるわけですね。なんだけどそれを現場を歩いてる彼らに振ると手応えが感じられて、それがもう僕は嬉しくてですね、そういう対話を続けてきた。だから僕自身は外出て人の話を聞いたりとかしたくてもできないし、じゃあお前がドキュメンタリー撮れって言われて多分できない、そういう才能は全くないんで、そういう単純にかっこいいなっていうふうに思って、で今のお話っていうのはただ単に、画面にイメージを映し出せばじゃあそれが何か伝わるのかって言ったらそういうことではないってことだと思うんですね。でじゃあ例えば報道番組とかでいろんなインタビュー、街頭インタビューとかいろいろありますけど、そういったただ声を取ってくれば視聴者に伝わるかって言ったら、そういうわけでもない。じゃあどうすれば伝わっていくんだろうってことをいろいろ2人はさまざまなことを考えられて、それでああいう形の作品になってると思うんですね。でその時の一つのキーポイントがその身体性であるみたいな話はなるほどなっていうふうに思いますね。逆にお聞きしたいのはこの声を届けようとする時に当事者の方とかその現場の方とかの声を届けようとするドキュメンタリー電波に乗せて届けようとする、作品にして届けようとするときに何を一番ポイントにされているんでしょうか。俺は短いからまず言いたいんですけど、その当事者とかその出てくれる人のそのありのままの思っていること
それがストレートに届かないんだったらもうこの仕事やる意味ないっていうことを、その挫折も含めてあったんで、まずそれがキーポイントにあるんですよね。でそのテレビとかやってると、その編集の都合上だったりとかナレーションでナレーションがあってこう聞いてくださいっていうような、こう見てくださいっつって聞かせるみたいなこと、それはなんかその誰の声なのっていうのがそもそもあるんで、リトルネロはナレーションもありません。それはやっぱりその本人たちの思っていることだったりつぶやきみたいなものをこう重ねていくことで、そのなんつうのかな、ナレーションを必要としないで、もっとその情感に訴える、感情に訴えるみたいなことを意識してやってますね。はい。はい、そうですね、ちょっと思い浮かべたのが、こう編集していて、そのリトルネロの中に仮放面のアリさんが出てくるんですね、クルドの方で。で、久保田君ディレクターが撮ったんですけども、変なもんが撮れちゃいましたっていうふうに編集室に帰ってきたんですよ。でそれを見てみたら、そのインタビューしてる途中に寝ちゃいましたっていう、アリさん寝ちゃったんですよって言って、で電話でそれすごいねっていうふうに俺言ったんですよね。そういうことが起こるんだっていうね、一番無防備な姿をカメラの前で見せる人がいるんだっていうこと、しかも1対1で話してる途中に寝ちゃうわけですよね。でそれはもちろん背景としてはずっと仮放免の生活をしていて、たくさん精神病の薬も飲んでいてっていう中でのその睡眠なんですよ。だから深刻な意味での突然寝てしまったっていうふうにも取れるんですけれども、それにしてもあまりにも無防備な姿を見せてくれたわけじゃないですか。僕はやっぱりそれをどう編集するかという立場になった時に、どうとでも撮れるわけですよね、映像は。非常に失礼な言い方をしちゃうと、すごくだらしないようにも描けるし、その先ほど言った精神病の話を入れた上で、その理由があるというところも見せれるし、それに気づかせることができるわけですよね。つまりただ一つ確かなことっていうのは、アリさんが全部を晒してくれたこと、カメラの前で。だからカメラの前で出ている人がもう全部やってると思うんですよ。こう自分の体全体を使って何か綴ってくれてるんですよね、物語というか、その肉体を使ってやってくれてるんですよ。つまり僕らは肉体を運んでることになるわけですよ。だからそれをずっと考えていくと、そこから何か方法が決まってくる。つまり僕は結局入管のロングショットで、中から手を振っている人がいて、その後に、アリさんが眠るっていうところを入れましたけども、つまりその文脈、彼が示してくれた、彼が全身で綴ってくれたことを僕は文脈の中で間違えてはいけないんですよね。だからそれがやっぱり映像っていう像を立像することなんだと思ってるんですよ。だから僕に何かテクニックがあったりっていうことではないし、そんなに器用な人間でもないんで、それをもうすでに示してるっていうことですね、カメラの前で彼らが。だからそのことを僕はどれだけそのモードレスに聞いて見て拾えるかっていう、そういうポジションに常に最後まで入れるかっていうことが問われてるんですよね。そんな風にして声を運ぶっていうことをやってると思います。はい。非常になんていうんだろうな、こう創造性の根源的な話にいきなり入ってしまったシーンとなってしまう。だけど非常に面白いなって思ったのは、一つはやっぱりこうドキュメンタリーを撮る人っていうのは、こう自分自身の世界を表現するためにそれだけに全てをこう従属させる形で表現するんじゃなくて、被写体の方とかがいて、被写体の方との関係性で生み出していくものであると。でそうなった時にやはりこう
どういう関係性を持つのかによって出来上がってくる作品も変わってくると思うんですよね。でどう撮るかってことも変わってくるし、その人の現実の関係性がその作品として生まれたところにもこう反映してくるわけで、そういったところこの倫理的な問題とそれから美学的な問題が交差してる。でそこを真摯に考えてできたのがこういった映像なんだってことが非常に分かって面白いなっていうふうに思いましたね。でそれからやはりドキュメンタリーの声を届けるってことが非常に大事だと思うんですが、その声っていうのはこう必ずしも音声の声だけではなくて、その人たちがこう振る舞いであるとか表情であるとかそういったものを全部こう含めたものであって、むしろこう情報として流通しているようなものとは違う具体的なものをこうイメージによってどう伝えるかってところを非常に深く考えてるんだなってことがよく分かりました。単純に僕思うところはその撮られてる側の人たちっていうのはどういうなんていうのかな、その変化だったりとかその映像にしていく中で何が残ってるのかなっていうのは逆の立場でなったことがそこまでないので、それはすごく考えることあるんですけども、この話してっていいのかな。一個だけ印象に残ってるのがドキュメント第1回にも出てくれた中国残留孤児2世として日本に来日したワンさんで、その後チャイニーズドラゴンっていう今準指定暴力団に指定されているドラゴンっていうところの創設メンバーの方、今日も来てますけども、その人が言ってくれたことですごい印象残ってるのが、そもそもその当事者が発信すればそのまま発信すればいいじゃないかと、なんで第三者が介在するのかっていうことはよく思うんですね。でワンさんが言ってくれたのは人が生きていくときに誰か自分のことを記憶とかしてくれない人がいなかったら自分がいなかったことになってしまうっていう言葉を言ってくれて、だからその第三者が何かこう映像だったり関わって残していくってことは僕にとってはその外部ハードディスクのようなものなんですっていう言い方をしてたのが、すごく彼らしくて面白いなと思ったんですね。でもう一個思うのは多分その当事者発信、自分だけでは発せない領域って必ずあると思っていて、でそれをその第三者だったりとかカメラを持った人間が介在することで、その当事者発信がさらになんかこう違った形でこう変化していくと。でそれは本人撮られてる方にしてはもしかしたらこう嫌だったりとか違うっていうことも多分経験されるんだと思うんだけど、いい方に作用すれば本当になんていうのかな、この人間と人間のこう間っていうかね、響き合った間の中で残っていくものになるんだな。でそれは自分が生きた証になったんだなっていう、ワンさん言ってくれたからそう思ったっていう感じなんですよね。でワンさん今日来てるんで、なんかこう撮られてる側の話をちょっと僕自身が聞きたい。ちょっと呼んでもいいですか。ワンさんいらっしゃいますか。ご登壇いただけますかね。ありがとうございます。1年目突然呼び出してしまって失礼しました。よく聞いてなかったんです。改めてそのワンさん、ワンさんと歌舞伎町で飲んだ時にゴールデン街かなんかタバコ吸いながら言ってたじゃないですか。なんかやっぱり映像があるから俺って10代も生きてたんだなって分かったっていう話だから、その映像がなかったら俺が生きてたってこと分かんなかったっていう、逆に言うとね、そんな話をしてたじゃないですか。はい。なんか刑務所に15年いて、その時に錯覚を起こしてて、俺が刑務所で生まれて
今までそうだったんじゃないかみたいな錯覚を起きた時期もあるし、で刑務所に入ってもともと更生する気もないし、ただ記録を残したいと。やっぱこれからこの場所に15年生きるっていうことは良くも悪くも変化するはずですよね。だから日記じゃないけど今世間に対しての見方とか残してて、で、出所してから内山さんと知り合ってなんか映像撮りたいって言われて、その時にあんまり深く考えてなくて、その自分に対しての記録の延長で撮ってもいいよみたいな話してて、それでそういえば10代も撮られてたなと思って、 TBS の報道特集のそうです、昨日赤平さんって報道特集のキャスターが来てくれましたけど、僕も見たけどすごくワンさん14歳の頃の映像でしたよね。だから今48ですけど結構記憶って美化するから何歳何してたか全然ちょっと辻褄合わないとこあって、それを改めて自分で過去の映像を見るとあの時のことを思い出して生きてたんだなって。しかも結構恥ずかしいことを言っててそれは照れながらも実は首相後に5回ぐらい見て、で内山さんに映像を撮られる時にYouTube にアップするとかその話してて、ちょっと YouTube どういうもんか理解してなくてって OK したんだけど1年ぐらいしてから普段いつもネズミのトラップとかそういう YouTube 見るんですけど初めて自分の見たんでってしたらコメントも載ってるの見てすごい面白くて、実はその YouTube のおかげでその後テレビ新聞取材いっぱいあってちょっとプチ有名人になってちょっと本も売れそうでありがとうございました何を話してるのかはい、ありがとうございます。すみません、急にお呼び出しちゃって。黒木さんにちょっとお聞きしたくて、今ちょっと撮られる側の話として出てもらったんですけれども、非常にカメラっていうものはやっぱり僕ら使ってて思いますけども、取材してるとこんなにうまくワンさんとカメラの関係のうまくいくものばかりじゃなくて、非常に暴力的なことの方が多いわけですよね。すごく僕らもなんか撮ってて拒まれたり逆にものすごく愛されたりとかすごく極端なんで、なんか自分らってどういう存在なのかなっていうのがよく分からなくなるんですよね。ある取材先ではすごく求められて、ある取材先ではものすごく拒まれたりするんですよ。なんかでもやっぱり何か記録することには、ワンさんみたいに話してくれた何か誰かの記録なんですけど誰かの記憶になるっていうことが起きるんじゃないかっていうことは僕らにとってはすごく希望でもあって、なんで続けてるんだろうってすごいボロボロになりながら思ったりするんですけど、そういうことっていうかな、なんていうかな、自分が信じていいものとして今僕はドキュメンタリーの制作っていうのを思ってるわけですよね。何かそこのこと例えばよく黒木さんがドキュメンタリー制作者っていうのは何なんだっていう話をお互い2人でしたりすると思うんですけども、なんか僕らのことを見ていたりとかドキュメントを毎回参加してもらってどんな風にその考えっていうのは今変化してっているんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そうですね。2つぐらい言えるのかなと思います。で、1つはやっぱり、今のこの記憶とか記録の話がありましたけど、なんでそういうことをやっていくのか、撮る時点では、後に記憶になるのもそうだと思うんですけども、その撮る時点では、
被写体との制作者との関係で新たな物語をこう作っていくことでもあると思うんですね。だからワンさんの物語を作れたってことだと思うんですよ。でこれ今度この未来も続くかもしれない。ワンさんが有名人になってで、ね、撮った方にも撮った方のドキュメンタリーも生まれるかもしれないわけですよ。本も売れて本も売れてね。でそういうふうにするとこう物語がでそれっていうのはもうすでに作られた物語と違う物語を紡いでいくっていうことだと思うんですね。それをドキュメンタリー制作者はこう被写体との関係において一緒に物語を作っていく。でそれが何で意義があるかっていうと昨日の Day1 の時とか聞いてていろいろ考えたんですけどウイグルの方とかモンゴルの方の今の苦境のお話があってで彼らはこう言葉を奪われてるんだって話がありました。であれはもう中国政府の中国の物語に自分たちが従属させられてしまってる。そうじゃなくて中国の民主化も求めるんだけどそれ以上に自分たちのアイデンティティを作っていきたいんだっていう発言がありまして非常になんていうの感銘を受けたというか非常に刺激的だったんですが、それなんかもまさに自分たち今既存の物語から脱出して自分たちの物語を作っていくでそういうことなんだと思うんですね。でやっぱりこう抑圧する人っていうのは言葉をとにかく奪いますから、言語を奪うなんて一番極端な形ですけどもっとこう忖度しろとかって喋らせないようにするわけですね。だから喋らない言葉をどんどんすごく巧みな仕方でこう言語を奪うっていうのはもうあからさまですけどもっと巧みな仕方でどんどん人の言葉を奪っていく声が届かなくなっていくそこが一番僕は大きな問題だと思ってます。でそれに抵抗するっていうとちょっと大げさかもしれないけどそういう物語を作っていくんだっていうところですね。でその際にそれでもやっぱり自分の人生なのになんで第三者が介入してドキュメンタリーに作品にしなきゃいけない普通におとなしく生きていきたいのになんで自分が人様に出てってそういうことを取られなきゃいけないんだって反発ももちろんあると思うんですが、そういう時重要なのは僕はこれは今日一番言いたいことですけど最近言葉を発信するってことも大事なんだけどその前にまず聞いてあげられる言葉を発信できる環境を整えてあげるってことの方が、もっと根源的に重要なんじゃないかなと思っていてドキュメンタリーの方はそれをやってるんじゃないか。でその際にじゃあこの被写体にとって一番いい方法はどういうのかなっていうのを共に考えていくと思うんですね。例えばただ単に声が小さいだけだったらマイクを渡して音量を上げれば伝わるのかあるいは他の人と結びつけてあげることで語りにくかったことが語れるのかあるいはもうすでに力強い言葉を本人は持ってるんだけどチャンネルが持ってないからそのチャンネルと結びつけてあげればいいのかそういったことをメディア横断的に考えていけるのが今のドキュメンタリー制作者なんじゃないかな。そしてドキュメメントってこのイベントもまさにそういうこと、なんじゃないかなっていうふうに僕は感じてます。ありがとうございます。本当になんていうかな僕が何をやってるかっていう話を思い出しながら聞いてたんですけどやっぱり何かの準備をしたりステージを作るっていうことをずっとやってるんだと思っていてディレクター始めた頃は例えば質問をちゃんとした質問をしなきゃいけないみたいなことで何度も質問を書き直して10個に絞って質問は忘れないようにしてカメラの前に行ったんですけどもそれがどんどんなくなっていったんですね。何か聞くっていうこと相手に問いかけるっていうことだけをこんなに研ぎ澄ませていいんだろうかっていう気持ちになってきたんですよ。っていうのはまだ喋れる状態じゃないかもしれないじゃないですか。喋れる関係じゃないかもしれないじゃないですか。
そういうことを無視して鋭い質問ばっかりしてどうするんだろうって俺思って、そしたら相手も言葉だけになっちゃうじゃないですか。いろんなものをなんかもうその時点で自分が能動的になることによって相手をすごくなんていうかな、欠けた存在として取ることになってしまうわけですよね。それはやっぱり何かが違いますよね。なんでなんていうかな、僕はすごく曖昧に喋るとかいろいろ言われるんですけど、話が長いとかつまりこうはっきりとこう喋らないとか、なんていうのかな、相手の方が喋りたくなるっていうか、あ、それこうなんだけどねっていうふうにこう喋り出しちゃうのを待ってるんですね。それ促してるっていうか、そういうもう存在というか、ぐるぐる回ってその舞台を作って、その人の声がこうポンって出てくるところまで待ってるっていうことなんですよね。なんかそんなことを思いながら、はい、聞きました。すごくヒントになりました。ありがとうございます。いや、今黒木さんのポイントでなんかその既存の物語から自分の物語を作っていくことっていうことと、あと聞く環境を整える仕事、職人みたいなことなんだと思うんだけど、それが自分たちはそういう認識はあんまりないかったから、そのワードとしてもらえるとすごく再認識できるなと思ってて、今その聞く環境を整えるっていうことがあまりにもそのないっていうことを言ったのは、僕の普段の生活でもすごく分かるなって思ってて、この会場にいる皆さんも多分そのゆっくり誰かにこう話を、その取り留めもない話、意味があるかないかも分かんないような話聞くっていう時間がないっていうのが現状だから、それをこうなんていうのかな、整えて何でも言ってくださいとか、そのまだ言葉になってなくても聞きたいですっていうことは常に意識してるんで、なんかこう今黒木さんが今日一番言いたいことって言ってたのはなんかすごく腑に落ちる感じがしますね。でもそれなんで今日言おうと思ってきたんですか？それはすいませんね単純に聞きたいの。いや、単純にそうですね、やっぱりこう、僕が最近考えてるのはラディカルなことって本当なんだろうって、声でかくしてなんかしびれるパンチラインとかもあるし、なんていうんだろう、大きな声出した人がこう届きやすいけど、もちろんそういう怒りとかっていうのはどんどん出すべきだと僕は思ってるし、当事者の方とかしかわからない事実っていうのはたくさんあると思うから、怒りだけでも共有した方がいいし、でここにいらっしゃる方なんかみんな得意な人っていうかなんで、そういう人たちがどんどん発信してくれれば、こう視聴者の方とかも共感しますとか、そういう輪が広がるだけで変わってくると思うんですね。でそれは大事な一方で、やっぱりこう声が大きい人の中でこう埋もれてしまうこととかっていうのもあるし、なかなかこうブラック・ライブスマッターみたいな感じで運動とかって大きくならなかったりするじゃないですか。でもこうみんなそれぞれ考えていろいろ辛い思いもしてるし、でそういうことをちょっとでも声に出せるような、小声でも声に出せるようなそういう環境っていうのは僕は非常に特にこの日本では重要なんじゃないかなと思って、なんで喋りやすい空気を作れるように率先してわけのわからないことを喋ってます。ありがとうございます。それこそ本当に埋もれやすい声に耳を傾けて届ける、その声を届けることでその人の新しいストーリーがこう生まれていくっていうところの、この現場にドキュメント自体もなれればいいなっていうふうに改めて感じましたね。いや、うまくまとめてくださってありがとうございます。これが仕事だからね。いや本当に概念っていう部分が映像を通してディレクターの力でこう体現というか形になって現場に足を運んで声を聞いて、それを形にすることで本当にこういう場が生まれていると思うので、その概念を改めてね、ベースを再確認させていただいたなと思っております。ありがとうございます。黒木さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。